これ乱切りっていうね、はじめ水溶き片栗粉、この麻婆茄子の時にはこう。皆さんこんにちは。四川飯店の総料理長をしてます鈴木と申します。よろしくお願いいたします。本日は、茄子のスパイシー炒め、簡単に言うと麻婆茄子ですね。これをやりたいと思います。で、通常ですとひき肉を使うんですが、今日は鶏のね、このささみを使って茄子と一緒にピリ辛の麻婆茄子を作りたいと思います。茄子ですね、大きめのでしたら今日これ2本で、このヘタの部分ですね、これをまずで、ほらこのヘタのところってこのトゲがあるじゃないですか。これちゃんと、上の部分まで使えるので、こうやってめくってから切り落としてください。そしたらこれを皮を剥きます。で、これを皮はね、1、2、3箇所、これ3箇所でいいです。なんで3箇所にするかっていうと、これは全部剥いちゃってもいいんですけど、全部剥いちゃうとね、身崩れを起こすんですよ。ですからこうやってところどころに皮を残す、これも一つの特徴ですから。そしたら切りますね。だいたい大きさはもう一口大ぐらいの大きさですね。一口大の乱切りです。乱切り。これ乱切りっていうのは茄子を回していくんです。これ分かりますか？こうやって茄子を回して、包丁は同じ角度です。まっすぐ落としてるでしょ、こうやって。で、茄子だけ回していくんで、そうするとこうやって同じ大きさに切れます。そしたら今日はね、鶏のささみですね。で、これはもうそぎ切りでいいです。そぎ切りに包丁を寝かせて薄く削いでいってください。そしたらこのささみに下味を入れます。まず塩ですね。塩はほんとちょっとパラパラと、あと胡椒です。塩胡椒、はい、軽く塩胡椒をして、そこにちょっとね、表面に水溶き片栗粉を入れます。この水溶き片栗粉は、ね、はじめ水溶き片栗粉、これ鶏肉にこうやって混ぜると全部吸っちゃいますから、ほらちょうど吸い切ったぐらいの分量でいいんです、ね、うっすら表面についてるぐらい。これ火が通るとまたつるっという食感にもなりますし、茄子とも相性がバッチリですから。はい、続いて茄子の方、先ほど乱切りに切ったものに片栗粉ですね。片栗粉をやっぱりこれも表面うっすらつくぐらいで、これ何のためにつけるかっていうと、これをタレで絡ました時に茄子にタレが乗るようにですね。はい、そのための片栗粉ですから、うっすらこうやって表面に白くつく程度でいいです。こんな感じでいいです。そしたらあとね、やっぱりどうしてもなかなか今普段ね、揚げ物というか油使うのを嫌がるご家庭も多いんですけど、でもね、やっぱり茄子って油で揚げることってすごく重要なんですよ。で、やっぱり相性がすごくいいんです。だから油で今日もこれを表面をカリッと揚げますけど、この温度によってはベタついてしまうんですけど、温度帯をしっかり気をつけて揚げてもらえれば、よりよく美味しく食べる時に茄子がとろっという感じで食べれるように仕上がりますから。はい、でやってみましょう。温度でいうとね、180度ぐらいなんですよ。もう高温ですね。チュッてこの温度です、ね、このくらいの温度までに揚げてください。入れる時に、ちょっとね、高温なんで怖いと思ったら、少しこういうですか、かす揚げ、こし網で
うやって入れれば揚げやすいですから。揚げ始めってナスってグリーンになるんですよ。綺麗なグリーン色になりますよね。これをさらにもう少し揚げていくときつね色に変わってきますから。でよく人によってはナスをこれ切った後に水でアク取りをするっていうことをする方がいますけど、この麻婆ナスの時には高温で揚げるんで水につけると跳ねてしまうんですね。ですから水につけなくて大丈夫ですから、きれいにカリッと揚がるとどういう音するかって、これ聞こえるかな、このふわふわっと音ね、このくらいにふわふわっとする音がすればしっかりと揚がってますよっていう証拠です。はい、まずフライパンに大さじ2杯ぐらいの油をなじます。そしたらね、ここの温度、通常ですとこれの温度を上げるっていうのが一般的なんですけど、このささみってすぐ火が通りやすいで硬くもなりやすいですから、ね、今全然反応しない感じ、これでいいんですよ。もうこのくらいの低温、今火の方見てください。僕止めてます、はい、そしたらまずはこうやって全部ささみを並べて、はい、並べたらここで火つけます。大体ね中火ぐらいでいいでしょう。これを表面が白く、火に当たってる面が白くなったぐらいでもうひっくり返します。でその時にほぐしてください。はい、もうこの程度でいいでしょう。もう裏表白くなった程度。火は完全にはまだ入ってないですよ。ここからソースと一緒に炒めていきますから。はい、そしたらね、ここで一旦お火を止めて、火止めてから調味料の方、ソースの方、まずはこれニンニクですね。ニンニク、生姜、豆板醤ですね。豆板醤、そして甜麺醤、この4種類。はい、これをですね、香りを出しながら炒めていきます。これ炒めていきます。で火の方はやっぱりこれ弱火でいいんです。弱火で、あまり強くしなくていいですから、少しずつ香り出していく感じ。そしたらささみも混ぜますね。香りが出てきたらささみも一緒に混ぜてください。でここでチキンスープを入れます。はい、チキンスープを入れたら、先ほど揚げたナス、はい、ここでちゃんと全体をしっかり、ね、くっついてるのはこう離して、で弱火でコト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 ナスに味を含ませながら軽く混ぜてください。3、40秒でいいでしょう。大体それくらい、ね、煮込んでからで調味料を入れていきます。紹興酒、醤油ですね。醤油、あと砂糖、そして胡椒です。
味見しましょう。美味しいけど砂糖をもうちょっと入れたいね。砂糖をちょっと入れましょう。これでさらに美味しくなった。はい、ネギのみじん切りです。ちょっと粗めに切ったやつでいいです。粗みじんでいいですか。そして水と片栗粉を入れていきます。で、水と片栗粉を入れる時っていうのは火止める、もしくは本当にごく弱火にして少しずつ入れていきます。何回かに分けて。はい、火止めて入れて混ぜたらまた火をつける。でこのとろみ具合をこう見ながら。でナスの方に最初に揚げる前に片栗粉打ってますから、それがこの状態の時に、この最後仕上げの時に表面にこう片栗粉出てきますから、自然ととろみもつきますからね。入れすぎに注意してください。はい、そしたらね、もう硬さがしっかりと決まったら強火で、今度もう強火で一番最後は、ね、しっかりと片栗粉に火を通す。よくここで最後焼いてください。で化粧油、化粧油っていうのはもう艶出し油ですね。これ少々垂らして、さらにこう艶よく料理をきれいに見せます。はい、出来上がり。一番最後火を止めてから酢です。酢を入れる。このね、酢がしつこさをなくしたり辛さを中和してくれたりします。この最後の酢っていうのは絶対忘れないように入れてください。はい、これで出来上がりです。はい、出来上がりです。はい、これで鶏ささみとナスのスパイシー炒めの、出来上がりです。これご飯にはもちろん相性いいんですけど、麺なんかにも相性いいので、ぜひやってみてください。